オラスコジョボンポテトです。今日はですね、ベリンガムはこう育成したらいいんじゃないやっていきたいなと思います。ということで、48時間ガチャ来ましたね。ということで、いや、全然気抜いてたんですけども、来ましたね。ということで、ちょっと他の動画をね、もう今準備してたんですけど、先にこっち上げていきたいなと思います。今日はね、ちょっと指名企画権とかも含めてね、いっぱい動画出すかなと思いますけども、よろしくお願いいたしますということで、まずは今回、10部ベリンガムですね。弟の方が来ましたよというところで見ていきたいなと思います。ドルトムントのね、ライセンス取れたっていうところもあって、そういう記念ガチャにもなってくるんだろうなと思ってますが、どう育成したらいいかっていうところをね、見ていきながらですね、あとハイライトの選手もちょっと見ていきたいなと思います。まずはですね、比較からやっていきたいなと思うんですけども、ベリンガム、兄弟でね、ちょっと比べてみましたけども、ちょっとこれはこれはね、ショータイムのB2B の時のベリンガム、10とベリンガムなんですけど、こうやって比べてもちょっとなかなか、能力的には厳しいかなというところが第一印象かなと思いますね。でもう一人ね、B2B でフェノミナルパス持ちで来てたっていうところでビエラと比べて見ちゃったんですけど、これは比べちゃいけないですね。本当に、比べちゃいけないなとは思いましたが、能力的にはなかなかね、厳しいな、ビエラ強いなって感じになっているということですね。あとはフィジカルとかね、この辺はちょっと圧倒的に負けちゃってると。ただ、その反面、キック力とかね、この辺はちょっと勝ってる部分があったりするので、そこはね、評価していいところなのかなと思います。ということで、育成見ていきましょう。はい、まずはこんな感じで、オフェンス寄りにちょっと育てるのが一番いいんじゃないかなと思っております。これ、後でちょっとバランスも見るんですけど、結局これが一番良くなりそうだなって感じしましたね。ドリブル系をね、ちゃんと90、ボールキープも含めて90に乗っかるようにすることで、身長191センチね、ちょっと大きいんですけど、それなりにね、使用感というか、を確保していくっていうところと、あとはパスね、ここは今回フェノミナルパスついてますから、ここはちゃんと上げた方がやっぱ個性みたいな部分は出てくるのかなと思っておりますかね。なので、パス90やっておけば、速いモーションでね、パスできるというところ、あとはフェノミナルパスがね、これで無理な角度でもパスできるというところになっていきますから、そういうところかなと思います。で、ディフェンス系はね、ちょっとそんなにもう振ってないですね。ここはもう、OMF とかで使うようなイメージの方が多分いいかなと思ってますけど、OMF でこれだけ能力あればいいのかなと思ったりしますし、191センチ結構でっかいんでね、そこはいいのかなと思います。スピードはね、ちょっと90に乗っけてるんですけど、90乗っけなくてもいいっちゃいいんですけど、キック力とかをね、あとスタミナとかもそうなんだけど、できるだけ上げておいた方がパスとかにも影響してくるんで、そういうところは大事かなというところですかね。で、あと瞬発に関しては、これはオフェンスを80まで乗っけるような感じにして、攻撃参加もある程度できるようにしておくというところです。で、フィジカルはもうちょっと振りたかったけど、ちょっとこれぐらいが限界だったかなというところですね。191センチの割にはね、ちょっとフィジカルが若干ね、気になるなというところにはなってくるかなと思います。追加スキルに関しては、ダブタ、ワンシュ、インターセプト、ブロッカー、アウトスピンとか、ちょっとね、守備系のスキルもね、あんまないので、そこはね、追加してあげた方が使いやすいんじゃないかなとは思いますかね。で、あとはエアバトルとか、足裏コントロールとか、使用感とかが気になる場合はね、この辺もつけて検討した方がいいかなとは思うんですけど、ちょっとなので、こんな感じでざっと言ってもですね、必要なスキルっていうのはちょっと多いかなっていう印象はありますかね。チェイシングだとかスルーパスワンパついてるのはいいところではあるんですけどね。でもなんか使ってて気になっちゃいそうな感じはしているというところですね。もうちょっと育成見ていくんですけど、バランスよく、本当にバランスよく育てた感じ。こうするとですね、見た目的な話もあっちゃうんですけど、なんか個性がね、だいぶ消えちゃうような印象はやっぱありますよねっていう感じ。能力ね、一つ一つ見ていくとね、いい能力はしてるんだけどね。ちょっとでも使いづらいなっていう感じはしていますかね。わざわざ使うってなるかな。で、これ今ちょっとパスね、せめてものをあれで振ってますけど、もしくはこれをドリブル側に振るとか、そういうのもできなくはないですかね。せめてこれぐらいだったらまだちょっと、中盤での軽くキープしながらとかはできるかなと思ったりしますけどね。フェノミナルパス持ってんのに、パス85台っていうのもね、なんかちょっと気が引ける感じもしますけど、普通にこういう感じでもいいかなというところですかね。でもこうやって見てもですね、やっぱり構成云々とか考えていくと最初のに戻っちゃいそうな感じはしているというところですかね。はい、というところですね。19歳でこれだから、今後ね、かなり期待はできるかなと思うんですけどね、なかなか今、現状ではっていうところですかね。で、あとハイライトも見ていきましょう。ヤンコートに関してはね、結構いいかなと思っております。ちょっとディフェンスは触れないんですけど、ただ、
スピード、瞬発、そしてドリブル、そしてパス、ここも含めてね、全部90超えていくぐらいの能力を持っているのはかなり使いやすいんじゃないかなと思いますかね。サイドミッドフィルダーとかの方がフィットしそうな感じはしますけどね、168センチは身長も低いので、かなりドリブルの使用感とかはいいんじゃないかなと思っております。なので、ここはね、ワンチャンありかなっていうところですかね。で、ザビッツァーとかに関しては、ちょっと、どうだろうね、とんがりきれない感じというか、B2B で、OMF で使ったとして、無印で、そしたらドリブルとパスが生きてくるかなとかなったりはしますけど、ちょっと、例えばドルトムントスカット使ってるのであればいいんだけど、それ以外の場合は、そこまでわざわざ使わなくても、今回のを使わなくてもいいのかなっていう気にはなっちゃうかな。で、アントンも同じですかね。これもね、189センチ結構背は高いんですけど、フィジカルにも振り切れないし、パス、スピード瞬発もなかなか足りてないし、なんならディフェンスセンスも足りてないっていう感じにはなっちゃうので、これだったら、これまた今日か明日か動画出しますけど、締め切り権の方のディフェンダーの方が全然いいかなって感じにはなっちゃうかなとは思いますかね。はい、ということで、いかがだったでしょうか。ベリンガム、これ関してはね、ドルトムントの記念のガチャになるので、ドルトムントスカットを作りたいとか、もしくはベリンガム兄弟で使いたいとかね、そういったところの、話になってくるかなと思いますから、ぜひね、そういった方は参考にしてみてください。ただね、能力云々だけで言うとね、ちょっとまだトップクラスまではいかないのかなというところになっていきますので、ぜひ参考にしてみてください。ということで今日はね、これでバッと終わっちゃいたいと思います。ちょっとね、他にもいろいろ動画を出したいなと思います。今ね、至近距離ニアの検証もしてるんですけど、そのあたりもちょっと待っていただければなと思います。ということで、今日の動画はこれで終わりたいと思います。この動画が良かった、参考になった、面白かったなと思った方で、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで、また違う動画でお会いしましょう。バイバイ。